はい、皆様こんにちは。シングルシンガポールライフですが、今回はですね、ちょっとシンガポールから大阪に、親戚の結婚式でね、ちょっと弾丸で帰らなきゃいけなかったので、その時に利用した、スクートで、帰りはですね、関空からバンコク行きなんですけど、その時に利用したエアアジア X の、上級クラスのね模様をお伝えしようと思います。で、こちらスクートなんですが、早朝発ですね。朝6時過ぎ、6時20分だったかなの離陸だったと思いますけども、スクートの上級クラスを利用するのは2回目ですかね。1回目は香港行きで、その時も動画アップしてるので、今回はどちらかというとスクートは少なめな情報になりますけれどもね。席の幅、あとね前のピッチの広さとかはで、やっぱりレガシーキャリアでいう、プレミアムエコノミーの大きさとほぼ一緒かなと思います。で、こちらがですね機内食。私スクートの機内食はね結構鬼門なんですよね。最初食べたのがちょっと僕の口に合わなかったので、今回事前予約ということでこれを頼んだんですけどね。中華料理系の味付けなんですけど、じゃあ味の方はどうだったのって言うとですね、あんまり口に合いませんでしたね。何なんだろうなっていう感じはするんですけどね。あとねめちゃくちゃ暑かったんですよね。これちょっとレンチンしすぎじゃないっていうぐらいの感じの暑さでしたね。特にヌードルの方がちょっと暑かったんですけどね。で飲み物もついてっていう感じではあるんですけどね。でデザートもついてますけど、お酒はね選べないので、朝ですしね、全然選べなくていいんですけど、とかくこのね機内食がもうちょっとなーっていう気はやっぱりしました。スクートの機内食はね。でお伝えできる情報がこんなもんっていう感じになっちゃうんですけど、関空まででも6時間ちょっとですからね。で価格が640-50ドルだったと思います。シンガポールドルで、なのでお得というかね、コスパはそこそこいいかなと思いますね。S q の直行便とかだとエコノミーでもねもうちょっとする時ありますよね。700ドルとか800ドルとかする時もあるので、意外にコスパはいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、こちらがもう間もなく関空到着ですね。関空往復意外に、利用する方も多いんじゃないかなとは思いますけどもね。もう日本はねインバウンドがすごいんだろうなと思いつつ、福岡にいても感じるので、インバウンド旅行者のね、多さを感じるので、大阪も多いんだろうなと思いながらね、大阪に着きましたけどね。ちなみにイミグレはそんなに混んでなかったです。荷物もスムースだったので、関空着の模様をお伝えしました。ではこちらが披露宴が終わって間に合うか間に合わないかで、これが特急はるかに乗っております。今大阪駅からね乗っておりますけど、ギリギリでしたけどね、ちょっと大阪駅で慌てちゃいましたが、こちらでチェックインしていきたいと思いますね。エアアジア X の乗務員さんたちがねブリーフィングでしょうかね、やってましたけど、こんなところでブリーフィングやらないとは思いますけどね。で、上級クラス、チェックインは、きっちり分かれてましたね。そんなに人いないなとは思いましたけどね。でも乗るとエコノミー多分満席だったと思うので、人気路線でしょうね。でね、なんといっても価格が安いんですよね。これ関空バンコクなんですけど、
520ドルぐらいでした。シンドルベース、安いですよね。でこのシートは僕の中ではすごく懐かしかったんですよね。2009年ぐらいでしょうかね。初めて、ビジネスクラスに乗ったのが僕スカンジナビア航空だったんですけど、その時のシートと全く一緒でしたね。ちなみに機体も A330 なので330なんでね一緒なんですけど、懐かしくて、ライフラットってやつですね。フルフラットにはならないライフラットっていうやつなんですけど、ただこれでバンコクまで5時間強のフライトだと思うんですけど、十分広いし、これは安くてコスパ高いなと思いましたね。ちなみにエコノミーだと280ドルか270ドルぐらいだったので、やっぱり安いんですけどね。でも500ドル払って500ドル少し払ってこの快適さだったらありだなというふうに思いましたね。ちなみに関空これね出発今タクシングしてますけど、めちゃめちゃ人多かったですね。これ日曜日っていうのもあると思うんですけど、めちゃめちゃ、中国の方、あと韓国の方めちゃくちゃ多かったですね。もう南を歩いてる時も思ったんですけどね、なんかもう中国に乗っ取られるんじゃないかぐらいの人だったんで、ちょっとびっくりしちゃいましたけど、関空もね、本当に人が多くて利用者多かったですね。それでは離陸になります。でこのね上級クラスの利用者なんですけど、離陸の時は私を含めて2人だけだったんですよね。で着陸の時、要はちょっと着陸前に確認すると5人ぐらい座ってたんですよね。なのでおそらくですけど、上級クラス空いてて多分早いもん勝ちだと思いますけど、途中で追加料金払えば上級クラスに多分アップグレードできるっていうシステムなんだと思います。お子様連れのお母さんとかね、僕の後ろの席空いてたんですけど、その時着陸前はもう座ってらっしゃったので、ね、機内でアップグレードみたいなことができるんじゃないかなと思いますね。で離陸して3、40分経った頃ですかね、夕焼けが綺麗ではあるんですが、この日はかなり揺れましたね。だいぶ、風が強かったんでしょうね。機内食前かなり30分ぐらい揺れたので、久々にちょっと怖いなと感じましたけどね。でこれが、ブランケットを配られました途中で、真っ赤っかでございますね。エアアジアで、これが機内食、ものすごくシンプルですね。これ以上のシンプルさはないという、感じですけどもね。一応ラザニアを頼んでみたんですけどね、いいんです。冷凍食品ですが冷食でいいんですよね。もう500ドルちょっとですからね。機内食があるだけちょっとびっくりみたいな感じですけど、冷凍食品なんで安定の味という、いい意味でも悪い意味でも安定の味だから、正直言いますと
スクートの機内食より僕は、食べられました。ラザニアの方が。はい。この人参とねブロッコリーがそのまんまっていう感じもありますけども、冷凍食品は冷凍食品で、美味しくいただけるんじゃないかなと思います。今LCC と言われるキャリアさんでもね、この上級クラスの設定って意外とあったりするんですかね。利用したことないですけど T-Way 韓国の航空会社ですかね、 T-Way とかもこういう感じのシートを上級クラスで設定してますよね。はい。でこれ今からちょっと寝ようかなっていう感じなんですけど、ちょっと記憶が曖昧だったんですけど、僕身長が180なんですけど、180センチ以上の人はですね、足がきれいに伸ばせない、ですね。なんて言えばいいんですかね。シートが180センチ以上の人は下のフットレストがね短いんですよね。なので、特に僕一番前取っちゃったのでこれで精一杯なんですね。だから2列目とかだと伸ばせるのかもしれないんですけど、その点ねちょっと足が完璧には伸ばせなかったなというのがありますが、でも十分ね、ライフラットで十分横になって仮眠を取ることがねできましたけども、はい、で間もなくねもう着陸っていう風になるんですが、結果的にねこれはバンコク経由、バンコク経由で帰ったんですけど、直行便がね今、関空であればスクート、シンガポールから日本はねスクートしかなくて、で、東京はねジップっていうのが飛んでますけど、値段の差も若干ありますし、そのジップも以前動画上げてるんですけど、それと比べるとちょっときついなっていうのはありますね。ジップは本当に快適なのでシートは、東京行くんだったらLCC はジップになるかなと、スクートじゃなくてねジップになるかなと思いますけども、関空でスクート直行便派の方はねスクートでもいいんじゃないかなと思います。$600ちょっとなので、はい。で、バンコク往復する時の利用価値はこのエアアジア X の上級クラスはありなんじゃないかなと思います。すごく僕は安いなというふうに思いましたのでありかなと思いますね。どちらともね機内食はね本当に期待できないので諦めの境地みたいな感じでね思っちゃいますけど、シートがねちゃんとしててで、快適にね過ごせるっていう意味では、LCC の上級クラスもちろん利用価値あるんじゃないかなというふうに思います。そんなわけでね、情報も少なかったんですけど、LCC の上級クラスの日本往復の模様をお伝えさせていただきました。では今回もご視聴誠にありがとうございました。